おはようございます。ビエンです。これから朝食に行ってきます。今日はたくさん歩く予定なので朝からがっつりいただきます。私は今宮崎県延岡市にあるホテルに泊まっております。朝食バイキングでがっつり食べてから今日は高千穂へ向かいます。ちなみに豚汁に大量のネギと七味をかけて食べるとめちゃくちゃ美味しかったです。2杯くらい食べました。もうとりあえず豚汁うますぎて一瞬でほぼなくなってしまった。そしてドリンクバーも充実しており、コーヒーだけじゃなくてカフェラテとかね、カフェモカとかココアとかね、いろいろ楽しむことができました。結局豚汁がめっちゃうまかったから豚汁リピート。いやカフェモカはうまいな。カフェモカとヨーグルト、豚汁、ウーロン茶。めっちゃいい景色だここ。いやーめちゃくちゃ晴れっぱなった。素晴らしい一日の始まりだ。めっちゃ晴れてる。いい天気です。そして今日はこのまま何キロだろう、5、60キロほど、ここから延岡市から5、60キロほど運転して高千穂に行きます。今日は秘境巡りです。出発しました。高千穂までは延岡から車でだいたい1時間くらいだそうです。そして見てください、この天気めちゃくちゃいい感じの空です。そして地図で見た感じだと高千穂は結構ね山奥の方なので道がね細くて険しいのかなと思ってたんですけど、基本的に道はまっすぐで広くてですね、めちゃくちゃ運転がしやすかったです。この感じだったら久しぶりにレンタカー借りて運転しますって人でも全然観光できるよね。そしてそろそろ本日最初の目的地に到着だそうです。なんか険しい道とか想像してたんですけどね、なんかずーっとこんな感じの道で車線も分かれていて、いやほんとねびっくりするくらい運転しやすかったです。まもなく目的地です。ビエン旅行。なんか山道あんのかなと思ったら結局ずーっとね2車線以上あったというか、めちゃくちゃ運転しやすかったな。山奥の秘境感もあるけどめっちゃ運転しやすいっていうのがもう最高ですね。あれですね、やっぱこっちの方は山の方だからさすがに寒い。足がめっちゃ冷えるこっち。紅葉もいい感じだね。これ何なんだろう。すごい近づいてみるとちょっと顔リアルだった。神楽歌自動販売機もようこそ高千穂になってるわ。いや寒いからちょっともうホットドリンク買います、これね。そしてここが天岩戸神社西本宮の、ここが入り口。ここから参拝ルートかな。今が8時40分で9時からねなんかあるんですよ。神話観光の 見どころ。これは天照大神の像だそうですね。今いる場所がここか。駐車場止めてで川沿いに進んでいって、まずはこっちに行こうと思います。こんなところに、これは展望台かな。川がさあれなんだ、結構下の位置なんだ川が。草木で見えないけれども。うわ服装ミスったね完全に。12月だけど九州だから言うてそんな寒くないでしょうと思ったけど、めっちゃ寒い。バチクソ寒い。すごいなんか設備がさほんと整ってる。ほんと観光しやすいここ。とりあえず天安河原に行ってから天岩戸、あと天岩戸ご案内について。この天岩戸そのものがご神体で、開始時間までに集合場所にお集まりください。受付は不要です。お時間になりましたらお声掛けします。ここか。いやこの辺にいればいいのか。次の案内開始が9時と9時半。じゃあ9時の案内で朝一で行こうかしらね。ちなみに天岩戸はですねガイドツアーじゃないと入れないそうです。そして天安河原はガイドの対象外だそうで、ここから行って帰ってくるのに30分くらいかかるそうなので、一旦この辺で時間を潰して9時からのガイドツアーに参加した後に天安河原に行こうと思います。何か気配を感じるかと思ったら逃げてったすごいねこれ。普通に放し飼いなのかな。さっきのさ鳥じゃない、これ境内におります鳥は当天候です。天岩戸神話にて天岩戸の前で鳴いた長鳴き鳥と言われております。御祭神天照スメ大神、別のご神名大昼目の御事。そして9時になったので天岩戸のガイドツアーに参加してきました。撮影禁止だったのでぜひですね実際に足を運んで肉眼でご覧ください。こちらの建物は明治5年に建てられた建物です。
もともと後ろの配電として使われていたものです。で次はここから天安河原に行きます。天安河原 530m 徒歩10分。鼻炎旅行。天安河原はですね、一回こんな感じで車道というかね、道路に出てまっすぐ進んだ先に入り口があるみたいです。まだ朝早い時間なので営業はしていませんが、この辺にはカフェなどもあります。ありました、天安河原入り口。ここから坂を下っていき、奥まで進んでいくみたいです。ちょっと想像以上に寒いのでジャンプしながら進んで体を温めます。西本宮から天安河原までは結構歩きますね。坂を下っていき、階段も下っていきます。すごい、だいぶ川に近づいてきたよ。めっちゃでかい石ある。うわ、すごいね。なんかあんま見たことない感じの景色だね。やっぱ地域ごとにほんと全然違うわ。めちゃくちゃでかい岩がある。めっちゃでかい。これ何メートルなんだろう。すげえ、ここの橋も神秘的だわ。おー、めっちゃ綺麗。こっちは滝になってる。素晴らしい景色だ。そして神秘的な自然を眺めながら遊歩道を進んでいくと、そしてついに天安河原に到着しました。ここは天照大神が天の岩戸に隠れてしまった時に八百万の神たちがここに集まって話し合ったとされている大きな洞窟でございます。でこっち側のね、川の景色もめちゃくちゃすごいわ。すげえ。すごい。あれからみんなここに来た人は石を積むみたいな。すげえ、めっちゃ積んである。ここ石。いやほんとすごい光景だわ。なんだこれ。でこのさ、鳥居とかこの洞窟っていうかさ、ここの景色そのものもすごいんですけど、このなんかほんと石がね、めちゃくちゃ大量に積んであるっていう、なんかこの独特な空間なんだろうね。すごい。この川の雰囲気もめちゃくちゃすごいですよね。もののけ姫とかに出てきそうな景色です。ここは石を積んでお願い事をすると叶うと言われているパワースポットとしてもとても人気な場所で、辺り一面に石が積まれております。あの石立てた人すごすぎじゃない？どんなバランス、すごいバランスじゃない？これ一つだけすごいバランスで立っている異様な雰囲気を放つ石がありました。じっとしてたら寒くなってきてしまったので、そろそろ次の場所に向かいたいと思います。それにしても高千穂は結構山奥にあるんですけど、道も整備されていて運転がしやすく、景色も良くて本当に最高です。天照鉄道にやってきました。次の便が確か10時20分。すごい、高千穂駅。大人1人2000円。ここ天照鉄道は2005年の台風被害で廃線となってしまった旧高千穂鉄道の施設を利用した大人気のアトラクションでございます。高千穂から高千穂鉄橋まで往復約5キロの旅を楽しむことができます。中でも一番の見どころは高さ約105メートルもある高千穂鉄橋からの絶景でございます。いやでも本当日が出てきてよかったね。これ日が出てなかったらなかなかの寒さだよねこれ。素晴らしい景色ですね。
天照鉄道の所要時間は往復でだいたい30分くらいだそうです。そしてトンネルに入っていきます。トンネルは2つあるみたいです。そしてトンネルの通過中はこんな感じで楽しませてくれます。鼻炎旅行。荒立神社は猿田彦命と雨のうずめの命をお祭りしております。そして雨のうずめの命は芸能の神としても有名で、パワースポットとしても大人気だそうです。そして2つ目のトンネルを通過していきます。ちなみに私が今いるここ宮崎県高千穂町はアニメ推しの子2期の山場である第23話4話の舞台となっております。そしてトンネルを抜けるとそしてさらに進むと駅が見えてきました。ここは天岩戸駅というそうです。ただいま鉄橋中央の風速計で風を確認しております。1メートル前後の風が吹いておりますが、運行に支障はございません。これより鉄橋を渡ってまいりますが、入り口が大変狭くなっております。立ち上がったり手を伸ばしたりしないようお願いします。それでは渡ってまいります。ご注意ください。今渡っている鉄橋が高千穂鉄橋です。現在でも現存する鉄道橋としては日本一の高さを誇ります。長さ352メートル、下を流れます岩戸川の水面からの高さ105メートルです。高千穂鉄橋の上で数分間停止し、景色を眺めたり記念撮影をする時間を設けてくれます。そしてここではシャボン玉を飛ばすイベントが行われます。以前はシャボン玉ではなく紙飛行機を飛ばしておりました。苦情が来てやめました。今はバブルマシンに頼ってます。鉄橋の下を見ますと岩戸川を見ることができます。岩戸川、ここから上流に上がりますと天岩戸神社、天安河原、そして九州山脈古祖母山がございます。そしてこの鉄橋ですけれども、昭和47年に完成しまして、それから高千穂線が始まりました。現在52年経っておりますけれども、まだまだ現役で大丈夫であります。高千穂には高千穂牛というブランド牛がありまして、肉質日本一、内閣総理大臣賞も受賞している宮崎牛の柱となっております。高千穂に来たらぜひこのね天照鉄道に乗ってみてください。景色もいいですし、シャボン玉とのコラボもいいですし、新鮮な体験になってすごいいい思い出になりました。ちなみにこのグランドスーパーカートですが、シャボン玉天岩戸駅時刻表も当時のままです。いやーめっちゃ良かったですね。天照鉄道最高でした。最後にここで記念撮影をして次の場所に向かいます。高千穂峡に到着でありんす。高千穂峡貸しボートは約30分待ちで、じゃあその30分で近場ブラブラすればいいか。とりあえずボートの受付を済ませてから近場をブラブラしようと思います。平日の11時過ぎにやってきましたが、それでも30分待ちだそうです。料金は30分4100円だそうです。で11時50分の船のチケット買ったんで、30分この辺でブラブラしよう。30分もないか、20分ぐらい。おーすげえ。めっちゃさ、時間帯もいいんじゃない？この日の当たり方的に。鼻炎旅行。すげえ。おー、いやこれはすごいね。あそこは展望台なんだよね。あそこ展望台だけど、ちょっと20分後とかにはもうボートに受付並ばないといけないから、
まあこの辺でいっか、後で行こうか。いやー、高千穂峡はやっぱすごいね。まあ、観光バスとかもね入りやすい、道が広いから団体ツアーがめちゃくちゃ多いのかな。もうすごい混んでる、今日一混んでるね、ここが。高千穂峡とは阿蘇溶岩の浸食によってできた渓谷と言われ、自然歩道案内図、これをさ歩いて制覇する人いるのかな。すごくない？この展望台まで続く道はもうこんな感じで開けてて、とても観光がしやすい。でこっちに進むとお土産屋さんや飲食店があります。左手に見える飲食店では流しそうめんもあります。団子を食べるかどうか悩んでいたら、あっという間にボートの時間が近づいてきてしまったので早速向かいます。ボート乗り場は駐車場の後ろにあります。階段を下っていくのですが、これが意外と遠かったです。結構階段が続いていくので、人によってはね 4,5 分くらいかかるかもしれません。ボートは受付時間の10分前には並んでおいてくださいと言われるので、混んでいる時は特に余裕を持って早めに来た方が無難だと思います。そしてついにボートに乗りました。手漕ぎボートはですね、あんまり乗ったことないんでね、操作方法がちょっと分かんなかったです。ボートに乗るときに操作方法分かりますかとねスタッフさんに聞いていただけるので、ぶっちゃけ分かんないっすって言うと結構ね丁寧に教えてくれます。ちなみに石垣島旅行をした時にはカヌーをね操作したんですけど、カヌーは前を向いて前に進むんですが、このボートはですね後ろを向いて後ろに進んでいくので、なんかもうねカヌーとごっちゃになってわけ分かんなくなってしまいました。そして下手くそながらもなんとかボートを漕ぎ続けること数分。おー、とても眺めのいい場所に到着しました。高千穂峡はですね、上の展望台から見ても景色は綺麗なんですけれども、ボートに乗って近くまで来るとまた全然違った雰囲気を楽しむことができます。また12月ということもあり、落ち葉がねひらひらと落ちてくるので、とても神秘的な景色を楽しむことができます。すげえ虹。ちなみに観光客のほとんどがですね、まあ当たり前ですけどボートを漕ぐのがうまいかと言われるとね、まあ下手くそに近い人が多いので、混雑しているエリアに行くと当然ですねぶつかりまくりますね。なので混雑エリアに入ったらとりあえず両手を離して放置しておけば、流れゆくままに勝手に移動することができます。なので私のようにボートを漕ぐのが苦手な人はとりあえずですね手を離して 1,2 分待ってみるというのがおすすめです。そしてとてもいい感じの場所に来ることができました。ここから撮影すると美しい虹を撮ることができました。滝の近くまで行ってみたかったんですけど、混みすぎているのと、万が一にも滝の下にね行っちゃった時はねもうとんでもないことになるので、少し遠目から景色を楽しんでそろそろ帰ろうと思います。そしてこちらのお店でお団子をいただきました。もしかしたら私だけかもしれないんですけど、観光地で食べるお団子ってめっちゃ美味しくないですか？展望台眺めてどうしようかな。微妙に腹減ったからなんかもう一個食べようかな。なんかおのころ島、すごい魚がなんかフリーズしてる。チョウザメがでかすぎてここの声がなんかちっちゃく見えてしまいます。この声も結構でかいはずなんですけどね。ここが展望エリアです。お、すごいね。ここもボートでここまで来るのはさすがにね、一応あれか、あそこにロープがあるってことはあそこまではボートでも行けるってことか。いや、展望台にぎわってますね。外国人ツアー客が9割。あそこの展望台で記念撮影撮りたいんですけど、めちゃくちゃ人気すぎてなかなか開かないんですよね。鼻炎旅行。しかしここの景色を見ると並んででも撮りたくなる気持ちがわかると思います。本当に素晴らしい景色です。もうなんかちょっとあれ思い出すわ。北海道の登別地獄のさ、道っぽい若干。そして次の場所に向かいます。ちなみにここの橋は記念撮影でも人気なのと、外国人ツアー客がめちゃくちゃ多くて、もう全然人がどかないので運転に注意しましょう。神話の里、高千穂神社に到着しました。駐車場のあっち側からもね裏参道があるんですけど、表参道から参拝します。いやほんと高千穂は全て
広くて駐車場も広いから観光しやすいわ。マップを発見しました。これさ、頑張れば半日で全部制覇できる説ある。国見ヶ丘はここから10分ぐらいでしょ。高千穂の観光スポットは全部近いので、頑張れば1日でここ全て回ることができそうです。でか、これが一の鳥。なんか今まで見たことない質感の鳥居です。なんか色に深みがあるというかね、なんか質感がとても高級感あふれています。お、手水舎があって、その奥に階段が続いて、もうすぐ本殿なんだ。拝殿かな。ここにはかっこいいデザインの狛犬がいます。なんかめちゃくちゃ強そうです。なんか珍しいね、この電灯っていうか、なんか階段とか登ってるとちょっと腹減ってくるわ。なんか久々にこういう土の上歩いたわ。やっぱいいね、土は。土はいいね。これは沈め石。像がすごい、なんか真剣白羽鳥みたいになってる。何の像だろう。これが本殿。三毛布命が下宮城八高神を退治なされたものを伝えられます。農業や産業の道を開かれた三毛布命は厄払いや産業の神として深い信仰があるそうです。おお、夫婦杉。めちゃくちゃでかい。でもこっちのさ、杉もめちゃくちゃでかいんだよね。これご神木なのか。この2本の杉は夫婦杉と申しまして、根元が一つに結ばれて、いかなることがあっても別れることなく支え合う美しい形を表しております。この夫婦杉の周りを手をつないで3回回ると、夫婦友人仲睦まじく家内安全で子孫繁栄との願いが叶うと伝わっております。せっかくなので手をつないで3回回ってみました。足元を見ながら歩かないと木の根っこに引っかかって転んでしまう可能性があるのでご注意ください。道の駅高千穂に到着しました。混んでるかな。入ってた。お、なんこれ、フラミンゴ。すごい、めっちゃでかい。巨大な顔がある。天の薄めの命。こちらは天のうずめの命の像だそうです。天の岩戸に隠れてしまった天照大神を再びこの世に誘い出すために、八百万の神々が天の安河原に集まり話し合った結果、楽しそうにお祭り騒ぎをすれば天照大神もさすがに気になって出てくるんじゃないかということになり、お祭りを行うことになったそうです。この時、この天のうずめの命があまりにも調子面白く踊ったため、神々たちは大笑いします。そしてあまりにも楽しそうだったため、天照大神は気になって仕方がなくなってしまい出てきたという話もあるそうです。鼻炎旅行。天の田力尾の命。こちらは天の田力尾の命だそうです。天照大神が天の岩戸を細めに開いた時に、この神様が手を取って引き出したそうです。本日最初に参拝した神社の駐車場にもそういえば像があった気がします。道の駅の中にはレストランがあるそうなので、せっかくなので高千穂グルメを堪能しようと思います。雨のうずめの命。ここにあったハンバーガーがめちゃくちゃ美味しそうだったので、思わず注文してしまいました。これがチキン南蛮。チキン南蛮バーガー、コロッケバーガー。想像のマジで 2,3 倍の大きさだった。久しぶりにハンバーガー食べるとめちゃくちゃうまいですね。しかもなんかチェーン店とかじゃなくて、こういうところのハンバーガーってなんかめっちゃうまいっすよね。手作りスイーツサンド、生チョコバナナ。ハンバーガーを食べたら逆にお腹が空いてしまったので、フルーツサンドもいただきます。バナナはよく食べるんですけど、フルーツサンドで食べるのは初めてだったので、なんかね、新鮮というかね、めちゃくちゃ美味しかったです。日本全国の道の駅でご当地フルーツサンドとかやったらなんかめっちゃ売れそうっすよね。
高千穂の美しい景色を眺めながら次の観光スポットに向かいます。いやほんとね、高千穂の観光スポット全部近いのでめちゃくちゃ観光しやすいです。続きまして国見ヶ丘にやってきました。駐車場めっちゃ広い。まさかの車は私たちだけですね。本当は高千穂はもう1時半とか2時くらいに出る予定だったんですけど、ちょっと日が暮れるギリギリまではこっち観光した方がいいなっていうね、早めに行ったらもったいないなっていうので、ちょっとね延長観光というかね、ちょっと回れるだけ回ってから今日の夜は宮崎市街のホテル泊まるんで、あと 1,2 時間は高千穂観光しようと思います。こっから宮崎市だとさ、もう相当な距離なんですよね。こっから延岡までで50キロくらいで、そこからまた70キロぐらいプラスで運転して宮崎市街って考えたら、2時間くらいかかるのかな、ここから。ということで駐車場からは歩いて5分くらいで展望台だそうです。そしてもうすでに景色はめっちゃいい。さっきの天照鉄道のさ景色もめちゃくちゃ良かったけど、やっぱすごいね。素晴らしい景色だ。すごい、めちゃくちゃ雲が近く見える。国見ヶ丘、標高513メートル。展望台はなんかあれだね、いくつかあるっぽいな。阿蘇涅槃像、正面向こうに見える山並みは阿蘇山です。お釈迦様が横たわった姿に似ていることから別名阿蘇の涅槃像と呼ばれています。右が顔で猫岳、体が高岳、中岳、烏帽子岳、佐島岳と続き阿蘇五岳と呼ばれています。ここが顔で体、足みたいな感じ。確かにちょっと横たわってるように見える。こっちが阿蘇熊本県方面ってことは、こっちが延岡方面。標高513メートル、高千穂町国見ヶ丘。国見ヶ丘は雲海の名所として知られています。雲海は 2,3 日晴れが続き、朝晩と昼の温度差が15度以上で適度な湿度があり、晴天で風のない朝に見ることができます。最もよく現れる時期は9月末から11月上旬にかけてです。めちゃくちゃレアじゃね？条件厳しいね。でもここで雲海見れたらめっちゃすごそうだな。朝早くとか来れば、高千穂で1泊2日で旅行して朝5時とか6時とかそのぐらいに来れば見れるかもしれないって感じなんかな。すごい。この道を登っていくと展望台。すごい、思ったより像がめちゃくちゃでかいな。おー、すごい。日向不時一文。そして展望台からの景色がこちら。ちょっとね木の枝で隠れちゃってるけど、駐車場から歩いて、2、3分ぐらいだから、なかなかいいですね。いや高千穂いいわ。めっちゃ観光しやすい。全部近いし、道も広くて運転しやすいし、充実してますね。鼻炎旅行。続いて市場を発見したので早速向かいます。蒲田線市場に到着。蒲田線マーケット、 JA 宮崎高千穂牛レストラン。腹いっぱいになっちゃったからな。持ち帰りとかあんのかな。すごい、日に照らされて牛が神々しくなってる。ゴミ箱もあってこんな感じになったら開けてるね。こっちが野菜フルーツ。
ナッシーリゾートイン宮崎スタンプラリー。市場の中で美味しいと噂の宮崎牛のハンバーグが売っていたので早速食べてみようと思います。宮崎牛、高千穂牛。ちなみにハンバーグはね、なんか思ってたのと違う食感というかね、風味でしたね。まあ美味しいっちゃ美味しいんですけどね、ちょっとね思ってたのと違いすぎてなんかリアクションが難しかったです。続きまして櫛古神社にやってきました。この神社は櫛古峰。日本書紀によると櫛古峰は天孫降臨の峰と伝えられているそうです。これは神話モニュメント案内図33個あるってこと。こんな感じで神様のモニュメントが33箇所にあるってことか。スタンプラリーみたいな感じで、これを高千穂観光の時に、1泊2日とかね2泊2日で滞在する方はこれをねコンプリートを目指すっていうのもちょっといいかもしれませんね。ということでちょっと日が暮れる前にねお参りしていこうと思います。すごい鳥居がめっちゃでかい。そしておみくじはなんと50円、めちゃくちゃ安いです。そして結果は吉です。すごい、こっから見るとマジでなんかトンビとかタカみたいに見える。そして次のパワースポットにやってきました。これで5大パワースポット制覇でございます。めっちゃ近い。到着、荒立神社。それで高千穂観光最後にやってきたのは荒立神社。でも朝5時半に起きて弾丸観光すればめっちゃいろいろ回れるね。しかも全部運転時間短いから近いからね、ほんと観光しやすい。ここ荒立神社は猿田彦の命と雨のうずめの命が結婚して住まわれた地と伝えられております。ちなみに雨のうずめの命は歌や舞、芸能の神様として有名で、多くの芸能人もお忍びで訪れる人気スポットだそうです。旅行系の YouTube は芸能と関係あるかは分かりませんが、あやかりたいと思います。ちなみにここには7回打つと願いが叶うという願掛けもあります。そうで、ここにあるやつも7回叩くってことか。本当だ、書いてある。7つ打って幸福になろう。いきます。私は猿年なのでいきます。鼻炎旅行。ここにも7回行きます。芸能の神様なんでね、成功した人はここに来た方がいいですね。高千穂に行きます。ここにもある。じゃあこれが最後。これが最後。ここにも。てかすごい、あっちにもある。なんか山、あっちにもあるよ。干支が全部あるってことは、さっきとは別で12個あるってこと。全部叩く必要あんのかな。疲れた。めっちゃある。この山の奥にもあるよ。あれはなんだ。ちょっと全てを見つけて7回叩くことはちょっとできなそうなんで、高千穂観光これにて終了ということで、本日のホテルに向かおうかな。こっからホテルまで何キロあんだろう。200キロはないか。150キロ、120、30キロかな。130キロぐらいあるかもしれないな。なかなかの長距離運転ですが、
今は高千穂にいて、明日朝一で明日の昼には宮崎県の最南端の串間市に行く予定なんでね、もうとんでもない移動距離ですよ。気合で運転頑張ろう。とりあえず頑張って運転して宮崎市街に向かいます。次の目的地まで、高千穂から宮崎市街まで130キロ、2時間半くらいかかるね。なかなかの距離だ。いやー、高千穂めっちゃ良かったっすね。なんかもうね、毎年来てもいいレベルの観光地でした。ありがとう高千穂。100キロ以上の運転なんですけど、基本的に道がまっすぐで運転しやすいので、そんなにね大変ではなかったです。ちなみに徳島県で山道を運転した時はめちゃくちゃ大変だったので、気になる方はぜひ徳島県の旅行 Vlog もご覧ください。ちょっと眠くなってきた、危ないから、パーキングエリアで休憩します。ちょっと休憩してからまた出発します。いやー、道はねめっちゃ運転しやすいけども、ずーっとまっすぐでアクセル踏んでるだけだから、もうやばい、めっちゃ眠い。定期的にもうなんか叫んでいかないとやばい、眠くて。シャープナイスアップ。トイレと自販機だけかなと思ったら、こんな感じの大きなお店を発見しました。うまそう、川南特産品。ちょっと飲むヨーグルトうまそうだね。これにしますかね。ちょっと美味しそうだったんで、このね飲むヨーグルトとカフェオレ2種類あったんでね、飲み比べしちゃいます。高千穂からね宮崎市に一気に行く人はあんまりいないと思うんですけど、もしねこの120、30キロね一気に運転する必要がありますって人がね、このパーキングエリア川南、ちょうど中間地点っていうかね、いい場所にあるんで、ここで休憩してここから宮崎に行くっていうのがねいいんじゃないですかね。そして日が暮れてきてしまいました。しかしですね、なんかちょうどね前方に夕焼けが見えて、めちゃくちゃいい景色になっています。宮崎市に到着しました。ナビの案内通り進んできたら、なんか変な道に入ってしまいましたが、そろそろ今夜のホテルに到着だそうです。ついに到着、宮崎市街地にあるホテル。いやー、なかなか長かったわ。100キロ以上の運転。今夜のホテルはドーミーインでございます。ドーミーイン宮崎。本日はツインのお部屋です。あら、めっちゃ綺麗。お、なんかミニテーブルと椅子もある。でコンセントが1、2と、お、すげえ、コンセントめっちゃあるタイプだね。だがしかし今回の旅行からもうね延長コードを持ってきてるんで、ツインのメリットはこれなんですよ。セミダブルだとねベッド1個でコンセント1個なんですけど、ツインにするとコンセントが1になるんですね。なのでちょっとお値段はかかりますけど、2人とかだったらねセミダブルよりツインの方がおすすめです。てな感じでちょっと支度をして、宮崎市街をちょっと歩いて散策して夜ご飯食べようと思います。ということで、ホテルから歩いて5分10分のところに繁華街っていうんですかね、飲食店がたくさんあるエリアがあるので、そっちに歩いていこうと思います。それにしてもこのねヤシの木が本当に特徴的な街並みです。やばい、急になんか歌舞伎町みたいな。ホットウーロン茶を頼んだのでちょっとこれで乾杯。サーモンとブリとカツオとイカ、でもなんかめっちゃ分厚い。そして2日連続でチキン南蛮も食べます。高千穂観光めっちゃ楽しかったんですけど、さすがに疲れたのでサウナでリフレッシュして爆睡しようと思います。そしてサウナで整った後の夜泣きそばがめちゃくちゃ美味しいんですよね。しかもこれ無料で食べることができます。いやー、今日も一日最高の旅行となりました。
今夜は超ぐっすり眠れそうです。そして宮崎旅行はまだまだ続きます。明日は神秘的な神社や宮崎県最南端エリアを観光しようと思います。ぜひこの機会にチャンネル登録して次の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。